今日のメニューは本場の味そのままのキムチチゲ。今日もスーパーでスタート。まず精肉コーナー。キムチチゲには豚肉が定番。カレー用にカットされた分厚い豚肉。このように脂身がついた分厚い豚肉がキムチチゲにはぴったり。キムチチゲ4人前分約 400g を購入。次はキムチチゲに欠かせないキムチ。日本で販売されてるいろんなキムチでキムチチゲを作ってみたが、このキムチがキムチチゲにした時に最も韓国の味に近くて美味しかった。 400g2 パック購入。次は豆腐。豆腐なら何でもいいけど、この片豆腐が食感と味がキムチチゲにとってもよく合う。1丁購入。そしておろしニンニク。韓国料理にニンニクは欠かせない食材。スープの深みを増してくれる材料。そしてこの長ネギとこの玉ねぎもキムチチゲに入れるとホッとする具材。さあ家に帰って料理を始めよう。今日の材料。分量は4人前が目安。私は料理をたくさん作ってストックしておくのが好きなので、いつも多めに作っている。こちらはセウジャ、韓国の網の塩辛。今日のキムチチゲの味を決める決め手の調味料。料理の旨味をアップさせ、お肉の消化にも役立つ素晴らしい天然調味料。まず野菜をカットしていく。玉ねぎの半分は少し太めに切ってバラバラにしておく。残りの半分は細かくみじん切りにする。だいたい縦横5ミリぐらいかな。みじん切りにした玉ねぎはこの後すぐ使うので鍋に入れておこう。長ネギは縦半分に割って3センチほどの長さに切っておく。こちらはラード。キムチチゲのピリッとした辛みが豚の脂ととてもよく合う。大さじ2杯分を入れ、鍋に入れといた玉ねぎを炒める。もちろんラードではなくサラダ油で炒めても大丈夫。玉ねぎが焦げつかないよう混ぜながら中火でよく炒める。この炒めた玉ねぎの風味がキムチチゲの味をさらに深くしてくれる。玉ねぎに半分ぐらい火が通ったら豚肉を入れ一緒に炒める。豚肉の表面の色が変わったら砂糖を小さじ1杯入れる。この砂糖が豚肉を柔らかくし、玉ねぎの香ばしい味と甘みを引き出してくれる。そしてこのみりんを大さじ4杯入れて炒める。みりんが豚肉を匂いを抑え、肉を柔らかくし、旨みを足してくれる。今日の主役であるキムチの登場。このキムチのいいところは細かくカットされていないこと。キムチの汁は切って鍋に入れる。そして調理用のハサミで大きめにカットしていくつもり。この白菜の芯はそのまま入れて調理する。この芯からも大根みたいないい味が出る。キムチを切り終わったら豚肉、玉ねぎと一緒によく炒める。キムチに火が通ると
残しておいたキムチの汁をすべて入れ、水も入れる。水はまず600ミリを入れ、蓋をして中強火で15分ほどしっかり煮込む。こうすることでお肉にはスープの味がなじみ込み、スープにはお肉の濃厚なうまみが溶け出す。その間に豆腐をカットする。豆腐はどんな形に切ってもいいが、今日は豚肉と同じぐらいの大きさにカットするつもり。しっかり煮込まれたキムチチゲにさらに水600ミリを足す。ここから本番の味付け。韓国料理に必須であるおろしにんにく大さじ2杯分を入れ、汁の深みと香ばしさを加えていく。そして今日のキムチチゲの味の決め手である網の塩辛。韓国では塩の代わりに網の塩辛を使うことも多い。大さじ2杯分を入れる。そして醤油。醤油もうまみといい香りを補ってくれる。大さじ2杯分を使う。準備しておいた大きめに切った玉ねぎを入れる。玉ねぎの甘さと食感がキムチチゲをさらに美味しくしてくれる。切っておいた豆腐も入れて、豆腐に味が染み込むよう一度煮立てる。カットしておいた長ネギを入れて一度煮立つと完成。この段階でえのきを追加してもいい。匂いがとってもいい韓国に来た気分になる。味見をすると、うまい。完全に本場の味だ。ご飯が欲しくなる。味が薄い場合は網の塩辛を追加するのがおすすめ。出来上がったキムチチゲ、土鍋に入れてグツグツ煮込みながら食べるとさらに美味しいだろう。韓国本場の味だ。見た目は赤いけれどさほど辛くはない。こんな寒い時期はキムチチゲが一層美味しく感じられる。キムチチゲは韓国海苔ともよく合う。ご飯にキムチチゲの具を乗せて海苔で巻いて食べると天国。豆腐もとっても香ばしくてキムチチゲによく合う。柔らかくなった豚肉をキムチで巻いて食べるとまた天国。さあ明日は何を作ろうかな。